はい、佐久間の大仕切りでございます。長なりそうですね。はい、今日は以前行った目黒蓮を覚えてる、渡辺翔太を覚えてるに次ぐ第3弾として佐久間大輔を覚えてるというやつです。よっしゃ。佐久間とのいろんな思い出にちなんだクイズを他の3人が答えます。佐久間はクイズに対して3人分の答えをスケッチブックに書いてください。お互いの回答が一致したら1ポイントゲットですと。だから覚えてるか覚えてないか全部ポイントたまったら何なんですか。金の佐久間出た。とうとうでそろそろ金の佐久間作れないのかな。このままだとね、多分チャンネル登録者数200万ぐらいいかないと。で200万の時にはこの辺に金の佐久間がかかってます。皆さん200万よろしくお願いいたします。こちらドドドンのドン。くせ初めて出会った場所はこれはさ、ここだから答え違うってことだもんな。そうやで。なんで急に関西じゃあ向井浩二。はい、このビル俺の一番古い記憶がね、もうちょい前があるんやけど、もしかしたらさっきもここって書いてる気がするんだよね。前のジャーニーのはいはいはい、関西ジャニージュニアの番組ね。そうで、帝国劇場かここなんや。あれなんでだろうね。前ジャニーやから俺がまだ高校生とか。マジリハ現場に潜入みたいなやつよね。そうそう。いや、同じなんだよ。ここじゃあリーチ全然タイミングは違う、もちろん違うけど、2015年から16年のジャニーズワールドのリハーサルが初めて俺スノーマンを見て、俺スノーマン怖いらしいよって聞いてスノーマン一時期尖ってました俺のやっぱスノーマンの衝撃は、金髪の人とキャップここまでかぶってる筋肉の人がいるね。あれ安倍じゃあうるか安倍ちゃんかぶらんのよリハ中キャップ。じゃあテル2ですね。俺どうぞ。代々木体育館。これ何で代々木ね、なんかそのジュニアの大運動会みたいなのありましたね。あった昔ありました。もう何度か10何年も前。大運動会ってその歌ったなんかこうライブみたいなライブもあるのがあって、俺はなんかそのオーディションはここじゃないんだけど、そのちょっとこう別の舞台とかいろいろあって、ジャニーさんとかこう連絡して、じゃあ来ちゃいなよってなって行ったのがここだったのね。でその振付師の方にちょっとここに岩本って子いるから入れてあげてって言われて、そこでなんかこうダンス対決みたいな、マガをダンス対決みたいなのあったの。その時に俺バレエやったことないのに、なんかバレエ対決俺やったことないんだけど、バレエジャズダンサーやってんの。なるほど。でそのバレエ対決ってなって、この子バレエやってるからこの子と戦ってほしいって言われた時にいたのが、こうもみあげとか襟足クリクリの佐久間。スノーマンやったよこの時代が。クリジャブで合ってるのかな。もう正解は佐久間だな。せやね。正解作や。じゃあ俺浩二の答えこちらです。ででん大阪情報。ちょっと待って、大阪ちゃうやろ。合ってるこれ。合ってる。これも坂になってもうてる。大きい坂のホールで当時誰のバックかすっごいやめなの。カトゥーン兄さんか平成ジャンプかぐらいのツアーについててスノーマンが、で関西に行くと大体関西ジャニーズジュニアがみんなこう外周とか一緒に踊ったりするみたいな。それで向井っていうやつがいるみたいになってて、でしかも結構なんかオラオラだったの。関西の中では結構イキリ散らかしてる。結構前の話だね。結構前の俺そんな生きてへん。いやいや、なんかね、向井がいるっていうのすごい聞いてた。でやっぱ振り付け師の人に結構気に入られてたからそうで、ここで向井踊るからとか一緒になんか隣ぐらいのとこで踊ったりとかしてて、それが俺の中でやっぱ向井ってすごいんだなって思う。いや昔はね、もうそんな押すっていうぐらい押されてましたけどもうええやろ。いや気持ちいいね。もうええってもう落ちる次はラウールいきます。これ合ってんじゃないの。ラウールの最初にあった場所、佐久間の答えこちらででん。そうだよな。劇ぐらいかけなんかちょっと自信なかった。そのリハだわ。のリハ、そうそう。だからラウールが言ってること間違ってない。リハか。やっぱりジャニーズワールドです。そうだね。ね。みんな集結するから。そう。一番やっぱ覚えてるのはジャニーズワールドの2幕が上がった瞬間に宇宙人宇宙人としてなんか不思議なね、なんかマジックの台みたいに乗って踊ってる子がいたの。でそれがラウールだっていうのを
俺ら本番になってから知っていやそうかそうかそう振付師とかに「あれ誰ですか?」って聞いたら「あれラウールって子だよ」みたいななんかやべえやついいんじゃんでその台の近くでスノーマンが6人出てきて踊るみたいなのあったのだから俺さもう入所して1年目でスノーマンバックにつけていやそうそうラウールがドセンターでなんかロボットダンスしてるこうやってでも宇宙人のマスクしてるから俺じゃないのそう当時誰か誰も分かってないなるほどね岩本君と佐久間があった場所こちらですねおーすいやごいまた噛んだきひらがなだけちょっと違う場所もしかして違うだから翔太が前にも言ってたけどいきなり光が連れてこられてこいつ岩本っていうからみたいな振付師の人に言われて翔太は遠くからタップダンス踏みながら威嚇してるそう横割りでその時が同じ記憶なんだけどでその時に俺と光が戦うみたいになって出る前とかに翔太にこう肩叩かれて「お前ぶちのめしてこいよ」めっちゃ面白いですね翔太はバチバチだったから光に対して第2問こちらですバベビンボンお初めて交わした会話の内容は OK マジ覚えてないな向井君これからはいまあ、やっぱさっくんテンション変わってませんからもうこう情報ホールの裏口とかでこうパッと通り過ぎた時にかわしたからってさっくんはウェーイコージウェーイうわマジで可能性あるぞウェーイウェーイまあ次行ってみようかお願いしますお父さんが海外の人ああシンプルだねもはやラウールあるあるでしょこれはマジで2分の1がこれだから一番最初の会話はまあそうねか身長何センチの2択の1個にしたなるほどね俺はでも気になるシンプルによろしくお願いしますマジでっていうのが俺はそのグループとかに入るまでは千賀君と新名でツアーを回るそうそう加藤さんのとツアーだよね滝つばさんをこう掛け持ちでずっとやってた振付師さんに呼ばれて「今日からこいつらとやってけ」って言われた時に「うわタップの人いるよ」そこでねって時にいたかタップの時らその時に俺は「よろしくお願いします」っていうなるほどのがすごい覚えてるなるほどじゃあ佐久間と向井が最初に交わした会話僕の記憶こちらですでねおはよういやね正直な話さっきから話してたけど当時のスノーマン尖ってましたよ確かにあーなんだおはよう言うてないんじゃないワンチャンねでも俺当時の俺はウェイのテンションじゃないの確かにそうなんだそこまで到いや達できてない確かに昔のさっくんは帽子かぶって挨拶してくれおはよう尖りまくって尖ってたよそう尖ってたよでラウールと佐久間の最初の曲こちらでございますででんラウールイエイはい皆さん今分かったとなるほど通りラウールがもう入所した頃には佐久間こうなってますなるほどね佐久間あっちのウェイでやってます流れ感じるわこれはしかもどこかっていうと帝国劇場の俺らバスケやってたのスノーストではいはいはいスノー俺スノースそのトボールの回収やってたそうボール拾いやってたのラウールがボールボーイねそうで出る前に一緒の袖にいたのそこででラウールが元気よく「うわってこうやって出てくるのそう俺らですでその時に出る前にラウールに「ラウールイエーイ!」って覚えてる覚えてるでしょ懐かしいそうさあ続きまして岩本君と佐久間の会話の記憶こちらですででんまたちょっと時代が遡るんだけどやっぱ当時のスノーマン尖ってましたねなるほどだってイカゲーム中違うねXゲーム始まってないジャニーズって位置取るときにステージに番号書いてあってでそれで何番って言って新名を合わせるんだけど、でそのダンス対決そのバレエ対決の時にそこかそう何番でそれをやるお互いにやるかみたいなやつが分かんなくてでその時にやっぱ尖ってたから「山本何番?」俺は聞いて尖ってるねでも俺その番号とかの概念ないそうからで光ずっと全する普通いやこいつ何言ってんだろみたいな感じじゃん言ってるけどこう会話なしできない人だと思ってたなるほどねここで挽回できるチャンスあった方がいいじゃんお三角の人3点なるほあ三角3点でドンピシャで当たった人8億点あげますなるほマジ意味わかんねえんだけどよしじゃあ最終問題おいこちらですダドンドンドン佐久間といった思い出の場所はイエどいやこれ俺1個だなマジでどじゃあラウールから行こうーイラウルいいよじいやゃあラウルオープンタイのホテルああ一緒の部屋もしかして
して一緒の部屋であ2人だけのだから空間あそうやな、しかも海外のね。すっごい覚えてる俺は。やっぱ2人きりってメンバーで意外となかったりするからそうだよね。やっぱ思い出はドライマンゴーをいっぱい食べた。美味しかったね。タイのドライマンゴー美味しかったな。いいじゃん、記憶ちゃんと残ってるやつ。なるほどね。これじゃないかなと。はいはい。じゃあ次岩本くんから。ベンデビュー前ジュニア最後の日お写真撮りに行ったりとか撮ってたね。ラーメン食べたりとか、ああ、なるほどね。渋谷原宿周りをはいはいはこうジュニア最後の日を一緒に佐久間と過ごしたんですよ。い。フラゲビー。フラゲそうあーそうだね。そうデビュー日って言われてる日の前日の日の夜。エモい話やんか。いいね。さあ向井の答えどうぞ。こちら、夢の国。ほう、なるほどね。こちらですね。それは2人で行ったんですか？いや、これは2人ではない二人ではないよね。そう誰が俺覚えてる。阿部ちゃん阿部ちゃんとダツさ阿部ちゃんと覚えてない大悟もいた気がする。ん大悟もおった大悟いたのよ関西そうなにわ男子の大悟そう俺はまだ西関西のそうあれでで龍太もいた、室龍太。あれ少年たち終わった後じゃないですか。そうかその辺だと舞台で少伊年たち達さんと阿部てと佐久間と龍太と大悟とこうじゃない。そうだそうでレン来なかった。いけない俺キンプリの俺行ってないのよ。いやレンは来てないのレン来たよ。レン来たレン来てないレンも来たレン来たよ多分。キンプリのレン。後から来たかそう俺行ってないよ。なんで知ってんの。後からゴール言うねもしかして GPS つけてる。興味ないです。わかりました。じゃあまあラウルからいこうか。来い。ラウルと佐久間の思い出の場所、ここですってね。やっぱここだよ。ちゃんと初めて2人だけで何日も過ごしてるから。そうだよね。そうタイのホテル。いやそれはタイのジャパンエキスポっていうねそうそうイベントに出させてもらった時にちょうど2年ぐらい前か。そデビューしてすぐぐらい。うね、じゃんけんかなんかしたんだよね、誰と同じ部屋になるかみたいあそう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 だな。でラウルと俺が同じ部屋になって「おマジ?」みたいな。マジなんでマジなんか面白いなと思って。次は続きまして岩本くんいきましょうか。俺頼むぞマジで。こちらですってね。おーおいしい。ちょっと待ってください。これ多分違いません？佐久間君デビュー前ラーメンソ屋。なんだよこれ。ラーメンソ屋だよやっぱりねデビュー前に集まって裏ゲーした CD 持っていろんな場所に写真撮りに行ってでその日朝早くからの番組に出るやつだったからみんなで前乗りしてホテル泊まったの。その時も一緒だったの。そうホテルの部屋も一緒。おおそうなんだ。そうでその前に腹ごしらえで最後に2人でラーメン食って博多ラーメン食ったり。うわ俺が思ったんじゃないか確か。あだっけっけ。だけど初めて聞いた人めっちゃ気持ち悪いね。続きまして問題を向井講い師。やちょっとねなんか流れいいからねこれあるんじゃん。 3連続いけんじゃないですかね向井講師の思い出の場所こちらですってね。すごい。ちょっと待って夢消しすぎて悪魔みたいになってる悪夢の国。同じ時のやつ。いやそう同じ同じやんねさっき言ったその大悟とか龍太とかみんなで行ったところのやつ。何がおもろいって伊達さんが一番詳しいのねあそうなんだ。乗る順番大好きだよね。そう一番いろいろつけてそうやねそうだからその時の写真見返すともうめちゃめちゃいろいろ装備してる。めちゃめちゃおもろいからそうで工事のツーショットの写真めっちゃあった。あるあるある全員じゃあ全員正解だ。同率だ全員8億ポイントだ。同率だ違うよ。8億。 1。あらいやちゃんとおい見ろよみんな点数ちゃんと書いてくれてる馬鹿げてるぜ。はいということで、はい今回の優勝佐久間大介王は岩本ひかる。そうやないやいやこれ第3弾ということはねまだ第2第3のスノーマンいますからはい違う違うもう第3第4以上スノーシャーありがとうございましたありがとうはいスノー大輔王イエーイ銀の佐久間待ってます。 YouTube 皆さんお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いしますグッド